皆さんこんにちは。リトルビーガーデンのみーこです。そろそろ多肉ごとをしようと思い外に出てみると、なんと雨が降り出していました。そういえば数日前も夜に小雨が降り、翌朝ベランダの多肉をチェックし忘れていたため、慌ててベランダに上がってきたんですが、すでにベランダの多肉のロゼットの上には雨水が溜まっているものもありました。この日は最高気温も27度とあまり上がらない予報だったため、葉をしわしわにして水を欲しそうにしている多肉に、どうせ濡れてしまっているならと思い、雨降りついでに水やりをすることにしました。群生しているドルフィンにはちょっと多めに、こっちには枯れてしまっている多肉もありました。9月に入り、風が少し秋めいてきましたが、この時期まだまだ油断はできません。そういえばちょっと様子がおかしかったラベンダーガールを見てみると、これは見なかった方が良かったかも。このエリザベスも外葉を枯らして、ロゼットの中の方の葉もところどころ枯れていました。このままにしておくと少し心配なので、枯れ葉は後で取り除くことにします。このシンデレラも下葉がかなり枯れていますね。雨で土が濡れている多肉もありますが、土が濡れていても葉がしわしわだと、もう少し水をあげたくなってしまいますね。皆さんのお家の多肉ちゃんはどうですか？と、ここでまた今度は水蜜糖の様子がおかしいです。この水蜜糖、茎までダメになってしまっていないか確認するため、枯れ葉や樹れた葉を取りチェックしていきます。茎までダメになってないといいんですが、ちょっと心配ですね。枯れ葉のついていた茎を見てみると、こちらはどうやら大丈夫そう。問題なのは樹れた葉がついている茎の方なんですが、樹れた葉を取って茎を見てみると、茎はどうやら大丈夫そうですね。下葉の枯れ葉をすべて取り、樹れている葉が残っているので、その樹れた葉もピンセットを使って根元からきれいに取り除いておきます。勢い余ってピンセットで葉に傷をつけてしまいました。この水蜜糖ですが、このまま成長点あたりが大きく育ってきたら、胴切りして保険株を作っておくのもありですね。そしてもう一つ、このアメージンググレースです。これも葉先が黄色く変色して、どうやら高温障害のようです。完全に枯れている葉と樹れている葉は取り除いておきます。このアメージンググレースもどうやら茎までは悪くなっていないようで一安心です。
朝晩涼しくなってきて油断していたらこのありさまです。せっかく大きく育てたアメージンググレースもこうなってしまうととても残念。黄色くなってしまった葉が元に戻るかどうかはわかりませんが、このまましばらく様子を見たいと思います。それにしてもこんなに葉が樹れてしまうとは、どうせなら葉ざしで使いたかったなと今更後悔。ちょっと残念です。そしてもう一つ気になっていたのが、この茎が長く徒長してしまっているブランコです。やはり下葉が枯れていて、その横からはなんと小株が出ていました。これは嬉しい発見ですね。このブランコも水をしっかりと吸わせた後は胴切りしたいと思っています。この秋は胴切り祭り開催決定ですね。私の大好きなこのバイオレットクイーンですが、小株がたくさん出ていました。しかしどの小株も徒長気味です。下葉を取ろうと思いピンセットで葉をつまんでみたらやっちゃったんですよね。これ小株がポロッと取れてしまいました。親株の横の土をほぐして、ここに外れてしまった小株を植え付けておこうと思った矢先、もう一つ違う小株が外れてしまいました。それでもこの小株の方には根が出ていたので、どうせなら小さなポットにまとめて植え付けても良さそうですね。枯れ葉がたくさんあると、やはりピンセットではちょっと取りづらかったです。枯れ葉取りをめんどくさがらずに下から持って上がればよかったな。そして枯れ葉を取ってきれいになったバイオレットクイーンのこれからの紅葉がとても楽しみです。いつの間にか水やりから枯れ葉取りになってしまっていますが、このロックキャンディーも下葉がすっかり枯れてしまい、ロゼットが小さくなってしまっています。秋の巻き返しに期待して、枯れ葉はきれいに取り除いて掃除しておきます。ちょっと触っただけで葉がポロッと取れてしまうほど、葉の水分量は減っているようです。これから秋に向けての多肉ごとは、この枯れ葉取りを中心に胴切りや葉ざしをして、また多肉を増やす作業をしていこうと思っています。ロックキャンディーもきれいに枯れ葉が取り除けました。そしてこの枯れ葉を取り除いた茎の部分からまた新しい新芽が出てきてくれると嬉しいんですけどね。これは去年お迎えして夏にとても強かったナナシの多肉です。下葉は枯れていますが、かわいいままの姿。でもちょっと茎が長いの気になりますよね。こういう時はポットを軽く揉んで土を柔らかくしてからピンセットで茎を土の中に引き込んで軽く土の上を押さえておくだけ。そうすることで気になっていた茎が引っ込み、この後の成長もぐんと良くなります。皆さんもぜひお試しあれ。そしてざっと30分ほど枯れ葉を取っただけで新しい袋に枯れ葉がいっぱいになりました。
はい、ということで今日の動画はベランダの多肉の水やりと枯葉を取っていきました。いかがだったでしょうか。この動画が良かったなって思っていただけたら高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。今日も最後までご視聴ありがとうございました。それでは次の動画でお会いしましょう。またねー。